さんこんばんは、夏目さんちのけんです。この時期になると柿のなり方品評会の一面が顔を出すさやです。柿のなり方品評会。本当に勝手に何の関係もない赤の他人の私が、あの柿のなり方めっちゃ綺麗だねとかって道行く柿の木に向かって言っているっていう。結構うるさいだけのやつじゃん。マジでさやさ、柿なってる時のしだれ具合にうるさいんだよね。そう柿が多くてみちみちになってるやつをさやは許せないらしくて。ちょっとなりすぎって、なりすぎはいい法則だよ。だってそうだよ、いいこと法則なわけよ。集合体恐怖症まあでも確かになんか柿ってそんななるんだってくらい。田舎来て多分ね、みんなびっくりすると思う。トゥ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 みたいななだれてるような感じの柿もあるんですけど、そんなことはどうでもよくて、今回でもこんなのもないし、しかもこんなんで今日は始まっちゃうんですけれども、今回ですね、まあちょっといつもと環境が違って、今すごいゆったりくつろいでるんですけど、すごい偉そうに我々はすごいなんかね、くつろいでるんですけど、腰のところにいい感じにね、サポートが当たって気持ちいいんですよ。今回、こちらの場所、事務所なんです。これ事務所ですね。こちら実はいつもチーナッツとかも撮ってる、今年の頭かな、ちょうど今年の頭に夏目さんちがほら書いたものプレゼントリターンズでさやがやってくれたじゃない。夫が書いたもの何でも買うよみたいなやつで、ゲンさんが家書いたの。意味わかんないよね。まあ実際のところそれはマジで家じゃなくてスタジオなんですけど、この夏目さんちはみんなでね、今チーム夏目さんち皆さんでやらせていただいてるんですけど、今の夏目さんちって自宅なわけで、パラちゃんもいて、そこにみんながこうね出社したりとかさ、そこで作業するわけにいかないじゃないですか。チーナッツだけでも7人いるんで、うち含めて7人だから5人ね。チーナッツだけでも5人だし、他のスタッフさんも合わせるともっといっぱいいると。そうするとやっぱりね、そこがギュンってね、我が家に来てさ、今までだったらよかったんだけどさ、僕たちだけだったらよかったよ。でもパラちゃんがいたらもうちょっとさ、仕事にならんですよ。っていうか今後のことも考えると、家で仕事してるとやっぱりパラちゃんがわらわらわらって来ちゃうから、あーって言いながら来るからいたーってなってくるから、だからちょっと仕事の場所をね、少しずつ半々ぐらいにしようと思って購入したこちらの事務所、使えなくなります。もう情緒不安定で拍手出ちゃってるもん。なんかもうどうしちゃったの、拍手出ちゃってるよ。でもこれね、ちょっといろいろあってな、話が長いんですけど、何年ぐらいちょっとでも今日ケツカッチンだからさ、なんですね、忙しいんだけど、なんですね、忙しぶるこの事務所、すごくいいものなんです。いや、そうですね、いわゆる普通の中古の一軒家ぐらいの感じなんですけど、中古の一軒家ですよ。っていう感じっていうか、もう中古の一軒家です。で、千葉県なので、まあ安くはないですよ、決して。家というものだから、めちゃくちゃ安くはないんだけど、結構お安いんですよ。まあそうですね。お安い方なんです。地区も結構築年数も経ってるとこなので。で、それを購入して、仕事に使いやすいように簡単にリフォームをね、する予定で購入したんですよ、これ。なのに、そこまでに1年かかった。まあそういう話です、今回。ということはゲイさんが自分でリフォームをする？いや、しませんよ。なんかその今年の頭に撮ってる動画で実はずっと DIY してましたみたいなそんな壮大な動画じゃないですよ。まあ要するに、リフォームするんです、この事務所。そうなんです。嬉しい。楽しみだね。そう、そろそろね、本当にもっと使いやすくしようということで、自分でやるわけじゃないんで、しっかり安全にね、ちゃんとプロの方にお願いして、もちろん。ちょっとここ今例えばね、ここに壁があるんだけど、今ここはさやさんの右側扉があるんですけど、そこも取ってここ広げたりとか、和室の部分を洋室に変えて、まあいろいろとしまいやすくしたりとか、人が出入りしやすくしたりとか、っていうのをやるリフォームが入るので、しばらくここが使えなくなる。やったまあ半分やった、半分困るみたいな感じなんですけど、さやさんリフォームのこと何にも知らないからさ、ゲイさんがね、ここでね、間取りの打ち合わせとかしてる間ね、ずーっとね、パラちゃんとね、2階で遊んでたからね。いや本当に全く関心ないよね、ここの。私たちもまた何も知らないですけどさ、みたいな。で、事務所といえばさ、デスクとチェアが欲しいじゃない。まあそうですね。っていうかもうセットしてあるじゃん。なんかすごいいい感じで。こういう YouTuber なんですよ。ね、なんかね、すごいこの画角もいいもんね、ちょっとね。だって今これ僕の席から撮るけどさ、今僕の席から撮るとこんな感じになってるんです、ここ今。そう、結構良くない？いや、いいよ。しかもね、広いんだよ。奥行きがあるからね、万が一絵の具をバーンってやってもね、まだ床までの距離が長くて助かる。つまりもらいました。ここだよ、拍手するのは。そうだ、ここだよ。使えなくなりますね、拍手してる。そうだ、拍手の無駄遣いしてしまったということで、だいぶ長くなったんですけど、とりあえずこの事務所がしばらく使えなくなるが、しかしそこにめっちゃいいデスクとチェアを、あとこれまだ映ってないんだけど、もうこのデスクもう1個、これ2個
わおフレキシスポットさんにいただきました。ありがとうございます。すごい。これ確実にフェニックス計画が進んでいるじゃん。進んでるよ、間違いなく。てかそもそもこれまたあれなんですよ、夏目さんち案件恒例のカモネギ案件です。カモがネギしょって、はい、カモに乗ってきたと。すごい、なんかどういう状況なんだろうなんと庭なんと庭付き庭の、あ、でも確かにカモがネギしょってカモに寄ってきたみたいな感じ。しかもこれ検討していた、ずっと僕たちも使ってみたいと思っていた、電動昇降デスクってやつなんです。これいやもうね、一時期ゲンさんほんと昇降デスク好きすぎて買ってないんだよ、買ってないんだけど、行く店々の昇降デスクを上げ下げしてきたのすげえ上がるとか言ってやってたんで、昇降しすぎてたわけよ。あ、上がった。見てよみんな。すごい待って、全然みんなで分かんないすごいなんかビビった、間違えた上がり方したんだけど、とある某イタリアンの間違い探しぐらいの動き方しちゃったんで、じゃあ見ててください。わー、みんなまたね消えていきそう。ああ、やばい、見てほら、見て、生首ごっこ。そういう問題じゃないよ。すごくないこれ。すごい、こんなとこまで上がっちゃった。これずっと欲しかったフレキシスポットさんの E7H っていうね、電動昇降デスクなんですよ。 E7H、 はい。でしかもオフィスチェアの C7 プロまでお前 C7 プロっていうのかついてきちゃったの。すごい。じゃあ2つ合わせると C4 だからいいのよ、合わせなくてそう C7 プロね、これね、オフィスチェアもこれもね、すごくいいんですけど、なんかね、腰のところをね、本当にね、すごい支えてくれて、今こう動画の公開タイミングが、今ちょうど Amazon のブラックフライデーの最中なんです。これ Amazon のブラックフライデーが開催期間中で、お得に手に入るタイミングで紹介をさせていただければ、なんとこれもらえてしまうということで、ありがとうございますっていう、ありがとうございます、本当にありがとうございますっていう感じでいただいたんですけど、なのでこれリフォームした後にはスタジオでみんなが使えるデスクとチェアとしてセットしてようかなと思うんだけど、今回はちょっとそれに先駆けて、このデスクがいかに便利かを別に説明する必要ももうないんだけど、だっていいじゃんどう見てもよかったじゃないかねってことなんですが、そのどんな風にリフォームしていくのかみたいな話とか、あとはデスクがせっかくあるんだったらさすがに絵描くかみたいな。そうですね、昇降しちゃうんですか。そう、昇降しちゃう。だからさ、立ちながら描いたり、だってさ、こうやってちょっと上げるじゃん、ちょっとこう上げて、ちょっとこのさ肘の高さが上がった状態で描いたりもできるわけよ。背筋伸びますよ。でもちょっとこの高さでは描きたくないけどね正直だなそう自由自在にこういう風に自分にぴったりなところでね作業できるし、走りたくなったら立つっていうのもちょっとね描きながらやっていければと思います。何で描きましょうか今日ですか。いや今回ね、今回はさやに任せてるから、でもこのデスクにふさわしい、とある沼からザバリと持ってきたものがありますのでそれもね、ゲンさんに布教しながらこのデスクのね良さをねペロついていこうと思います。じゃあちょっとこの後画材を出していきたいと思います。一滴フレキシスポット。もうちょっとリアクションしやすいな、クリーンやって助かるんですけども。それクレームきたはい、というわけで今回は何の画材を持ってきていただいたんですか、さやさん。一滴フレキシスポットから、実はねもう5時間ぐらい経ってて、さやさん実際に撮ってきたんですよ今。あ、そうなの。そう魔法使いから。出た魔法使いシリーズね。魔法使いにちょっと頼んで、でもちょっと届けてくれなかった。やっぱり不思議なキノコのね汁が足りなかったから、それで作られてる画材なんだ。そうゲンが待たせたね結構。ありがとう。ちなみにこれはさやが注文してからこちらもう7ヶ月経ってますね魔法使いせーのドン。こちら世界一鮮やかな水彩絵の具でございます。わ、出た、世界一ですよ。いったね。本当に書いてあるじゃん。ザ・ワールズ・カラーリエスト・ウォーターカラーズ。すごい。本当に世界一って言ってんじゃん。そうよ。36色すごい入ってんね。しかもなんかさ、じゃあすごくない？こんな小さい箱なのにさ、ごめん裏があったわ、お店だな。こっちが思ったわ。こっちで見た方が見やすいですみんな。こんなさちっちゃい箱にさ36も入ってるんだっていう。確かに驚きよ。じゃあ見てみようぜ。行こう。かわいい。かわいい。うわー、なんかすごいいっぱいある。そしてパレットもあるじゃん。からのあ、固形水。かわいい。水筆。水筆も入ってる。すごくない？なんかもうこれだけさあればさ、山に行けるじゃん。山に行ける？山に行ってスケッチできるね。スケッチはできるけど、でも確かにこれ持ってけば、
確かにね、これでスケッチいけるやつだ。そうよ。これ嬉しいやつじゃん。しかもこれ刺さるんだ。あ、刺してスペースが。というわけでね、本当に世界一鮮やかなのかどうかっていうのは個人の判断に委ねるんですけど、検証していきながら、我々は電動昇降デスクと椅子に座って快適に絵を描きながらリフォーム計画について話すという、なんかもうぐちゃぐちゃな動画ですね。今日おハッピーじゃん。もうハッピー、ただのハッピーな動画です。これでも多分ね、今日のサムでもこんな感じの色になってると思う。もう話したいことがいっぱいありすぎて。確かにこういう状況だね。今回の動画この感じですね。このぐにゃー、このパッケージな感じで。しかもさ、これさ、ちょっと作画始める前に言っときたいんだけど、ここに今さ、みんな正面から見てカメラ置いてあるじゃない、でこのカメラで今ここ撮ってるんだけど、このカメラ今 USB 給電してるんですよ。どっから給電してるでしょうか。さやさん知らないはずです今。もう私の膝に何か刺さってると思ったらそれだった。さやからさやの膝から USB 給電をしていた。なんかちょっと元気ないなと思ったんだけど。座れてた。ちょっとずつ。これからです。すごっ。すごくない？この子電気走ってんの？すごくない？ちょっと見てほしい。見て、ここね、ここ。じゃーん。すごくないですかこれ。ここに USB が1個刺さるようになってるの、デフォルトで。でしかもこの下もよく見てほしいんだけど、ケーブル類の一切のこれ本当後ろが汚くてさ、ケーブル類の無駄が一切ないって言ってる後ろがごちゃーってなってるのがすごい気になるんだけど。確かに。ちょっと横から見たらわかるか。なんかね、磁石でねくっつくの。こういう感じで全部しまえるんですよ。でさらにね、多分ねこれだけなんじゃなくて、さらにこのケーブルのね入れるボックスみたいなやつも付けられたりもするので、マジですっきりするんですよ。でしかもこれが今こうやってさ、高さ上げるじゃん、ちゃんと数値化されてるから基準が分かりやすいし、しかもこのメモリーでね、これ今座りはここ、今のここがこれっていうのを記憶してる。だからいつもの位置に数字でも変えれるっていうね。そういうことで、さっき立ち位置を決めたから、立ちを押すともうあっという間にこうやって立てるわけよ。すごくないこれ。すごいね。ほらすごい、ほら。多分ゲンさんはね、今日水彩沼に落ちてね、多分これぐらいまで沈む、これぐらい使う予定なのね。だからまあそんなバカなことしないで、こういうことなんですよ要は。まあちょっと顔が今隠れちゃってると思うんだけど、まあ立って作業するときはちゃんとそういう風に映そうと思うので。スック。でも立って書きたいな今日途中で。ちょっと今日はそれもやりながら書いていきたいんだけど。はーい。座ろっと。よいしょ。じゃあ早速書いていきますか。いきますか。やっていきましょう。さあでは書いていきましょう。いきましょう。いきましょう。これ何？さやさん水彩画用の竹和紙。竹和紙。ほう。じゃあ僕はこのなんか。大体さやさんがね、イラスト描くときは使ってるのがこのアルシュっていう。おお、じゃあさやさんのね、またこのアルシュコレクションもらいますよ僕は。はい。何これ？くない。くない。なんでどうしたってばいこれ急に。何あ、これペーパーナイフってこと？あ、そうそう。あ、そういうこと。ごめん、バレちゃった。出が？里の出だって。里の出だって抜け人だということがバレてしまった。いつも使ってたあまりにもちょっと身近なアイテムすぎてさ。今日まず無から始めるから今日は。ね、でも今日はなんか顔面だけ描きたい気持ち。なんか秋っぽい絵にしようかなとかってすごいいいね。勝手に思ってたんだけどさ、今日クソ寒すぎてさ、もうちょっと切れてるところまであるんだよね。全然秋じゃないんだよ。そう。秋どこにいんの？小さな秋すら見つけられない。そう。小さな秋すら見つからない。どこに行ってしまったの秋みたいな感じになってる。いや本当だよ。前髪短い子描きたい。なんかさ、私さ、前髪短いっていうさワードを聞くとさ、なんかしないけどさ、小学校の時の私が通ってた小学校の2階に、なんか多目的スペースみたいな、そういうのあったわ。そうなんかね、そこの前にある下駄箱の風景がブワって広がるの。前髪短いで。なんで？全然今その後なんか話続くのかと思ったの。そう、小学校の時にそこで前髪を前日にお母さんにめちゃめちゃ短く切られて学校行って、なんかすごい気になっちゃったタイミングがその下駄箱の前でなんか知んないけどね、20年以上でずっとそれ引きずってんだ。前髪切りすぎちゃったなとかで自分で思った時さ、うわ下駄箱って出てくるようになっちゃって、なんていうのこういうの、フレーメン現象って言うんじゃない？言わないで。みんなのそういうの聞いてみたいな。でも全然関係ないワードだって自分でも分かってるのに思い返されてしまう風景みたいな。ラジオのなんかあれみたいじゃない？お題？そう。ラジオネームふんころがし求愛行動さんからのいそういや、いるような。いやなんかさ、つめさんち今原画展やってるじゃないですか。はいやってますね。それ関連のさツイートでさやさんを見て水彩画始めましたって
やっぱ言ってくれる方がねちらほら散見しておりまして、はいはい、とても嬉しい気持ちでいるんだけど、私って多分ね、あれなんだよ、プールのさ飛び込み台のところでさ行こうか、どのタイミングで行こうかなみたいななってる人たちのお尻をポンって言っておいで、ぼちゃんぼちゃんってどんどんね今落としたいのね最後。いやそうそう、いや落としてる係だから皆さんねいつだっていいんですよ。ピーちゃんにも勧めちゃってるからね私。会う人に水彩画進めても、君もまたその一人だよ。でもさ確かに僕24時間チャレンジやったじゃないですか、24時間チャレンジの後水彩ちょっとハマっちゃうかもとか言ったじゃん、俺くっそ iPad しか絵描いてないこいつ全然まだハマれてなかった。でもデジタルとアナログどっちも見れるのが夏目さんちの良さってわけ。なんで今日そんな元気なの？わかんない、なんかちょっと今ねおへその上がちょっと痛い。から元気だじゃあ嫌な事実気づいちゃったから元気と唐揚げって似てるよね。疲れてるわやっぱりでもさなんか、伝わりきったみんなこれ今このデスクの良さ、そしてこのチェアの良さ伝わりきってる？わかんないよね、だって手元しか見てないんだもんね、めっちゃいいよ。やっぱり正面カメラにいやもうずっとついてたとは思うけどかっこいい、そうかっこよくやってたけど、かっこいい、とりあえず下書きの段階はこのままいきますか。はい。ちょっとほら昇降したくない？昇降したい。気分も昇降しちゃうってわけ。ダメだ、こうしちゃダメだ。こうしちゃダメだ上がって下がってんじゃないかまたしても夏目さんちあるあるの現象起きてるじゃん。使いたい画材に一生たどり着いてないじゃん。またこの時間じゃん。それに気づいたやつから消えていくんだよ3話目ぐらいに出てくるやつそれじゃ言うな。イケメンが出てくる。あれね、気づかれる。前回参加者ね。そう夏目さんち前回参加者。なんか秋っぽい絵を描きたいのって兄貴と約束したんだ。急になんか兄貴いなくなってんじゃん重たい話。カジュアルで重くなんねん。よし下書き終わり。はあ？今日は気持ちの赴くままに絵を描く。そう約束したんだ。兄貴とよし、さあ僕は今回いきます。もうピッと押すと水が出る。そう水筆。すごっ、おもろいね。これをシュッてやって赤っ。何をもって世界一鮮やかを描くか分かんないけど赤くない？これに対してちょっとオレンジを拝借いきます。で水彩画って薄い色から塗るんじゃないんだっけ？できれば薄い色から。青とかは最後の方がいいね。重なりづらいっていうか主張が激しくなっちゃうから。さやさんの水彩講座。レレレレレレレ紙に書こう今日の講座は紙に書こうから始まります。ステップ1があまりにもステップ1だったいい色かも。楽しい。かわいいかも。ご覧ください。これさやさんの一軍の筆たちです。さやさんは一軍の筆を使うのに俺は付属の筆を使ってる。そうそう。でもね、さやさん扱いが雑なので。よし行くぞー。鮮やか。ビビる鮮やかさ。この段階で判別つくの？鮮やかかどうか。なんかさ、なんか赤って言われて出てくる赤じゃないああ、でも確かにキャンとはしてる。そうなんかイチゴの色してるもん。だってなんかイチゴ感ずっとイチゴの色って言ってる。それなんでイチゴ好きなんだけど、ダメなの？いいけど別にそれは。見てゲンさん、何？見て水の色。水塗ってる。下地処理ってわけね。静かにしてもらえますか？すっごい。子供が家で寝てるんです。じゃあいいだよかったね。そういえばね、さっきねちょっと感動したことがあったんだ、さっきゲンさんがね今我々の絵を写してくれてこのカメラをセッティングしてくれてる時にね、なんかそのセッティングしてるこのポールをね今日初めて触ったんでしょ。そうそれでなんかここがこうなってこうなってんだ、へえ便利だなみたいな感じで言ってたの、それさ私全く同じさ、シーンをさアニメで見たことがあって、私の好きなアニメで私好きなキャラがここがこうなってるんですか、すごい便利ですねみたいな、全く同じ動作で同じこと言ってて何これなんか知ってるってなってめっちゃびっくりした。そんな？本当に見せたいぐらい再現度高かったよ。あとなんかこれいいな、めちゃめちゃ気軽でいいなこれ。私なんか今後これでもいいかもしれない。嘘、すごいこと言い始めてるスタメン入りが決定しようとしてる。でもさ、その100均の固形水彩の進化版じゃないこれ。それはそうかもね。結構すごい鮮やかだねびっくりした。やばっ。すごいすごっ。鮮やかが過ぎないこれ。そう忘れてたわ。
この事務所をリフォームするって話なんですけど、何をするかっていうと、まず今1階の玄関をちょっと狭くして、玄関を最低限にしてリビングスペースを広げるっていう。まあ、今玄関ね、なんか妙に広いんだよな。そう、玄関なんかすごいゆとりがあるのよ。ね、多分ドッジボールできるぐらい広い。そんなに広くはない、本当に。すごい、嘘だかバレちゃった、恥ずかしい。そうだよ。そのリビングスペースを広げるのと、今和室があるんだけど、そこが今中途半端というか、あんまり使えてなかったから、あ、そうね。そこを結構防音しようかなと思って。で、天井にダクトレールをやっぱり這わせて、みたいな感じでちょっとね、だいぶこう、今後も使いやすいようにというか、アレンジしていこうというところと、あと今ね、2階のところが今吹き抜けがあるんですけど、吹き抜ける必要ないよなと思って。吹き抜けたいと思ったことある？だってさ。20歳ぐらいの時はね、1回ぐらい吹き抜けてみたいなと思ったことあるけど、ちょっとね、やっぱ30にもなるとね、吹き抜けなくてもいいかなって。なんで吹き抜けたいってそうだって吹き抜けがなんかいらんなと思って、今階段の上に上がったところの吹き抜けをもう床として埋めてしまうっていう。でさらに2階にもね、すごいなんかちっちゃい部屋がいっぱいあるんだよね。あ、そう3部屋ぐらいちっちゃい部屋があるから、廊下とそのちっちゃい部屋の3部屋中の2部屋をつないで、さらに吹き抜けのところ床にして、2階上がった瞬間すごい広い第2の2階のリビングみたいな形の広さにして、作業とかがいろいろしやすい場所にしたいなっていう計画なんですよね、今ね。さやさんの秘密の書斎も作っちゃったりして。あ、そうなの？さやさん一回も打ち合わせに参加したよね。突然さやさんの秘密の書斎が現れると怖くない？ね、誰なんだろうね、誰がそこにいるんでしょうかね。デレレレンデレレレンデレレレンデレレレレン。配慮するな。分かりづらくなる。曲が分かりづらくなる。すごい綺麗。すごい綺麗。すごい鮮やかじゃない？ね。そのやばい青何？これ？やばー、この青。ひた隠しにしてた今。なぜ？その青の感動をしても俺、この青めっちゃいいって言わないでなぜか隠匿してた今。なんでよ、教えてよ。めちゃ可愛い。パー。なんかカリカリしたものが食べたい。立ち上がろうよ。そろそろね。そろそろさ。確かにね。立ち上がろう。ご覧ください、フレームアウト。すげえ。シュールだ。シュールだ。うわ、すごい。はい。というわけで立ちました。はい、立ちました。もう立って作業ができます。立ち作業いいかも。これね、欲を言うならもうちょっと我慢で立てて首を前にしたいね。あー、確かにそれはそうかも。なんか新鮮でも。すごい新鮮。立ちながら作業するのいいかも。いいのこれもらってマジで。幸せだね。本当に嬉しいね。そしてみんなこれマジでおすすめだわ。操作も楽だし、あとね、本当にね、コードがね、リュルリュルってならない。これあとね、ロック機能がついてるんですよ。例えばお子さんがいる家庭とかで、勝手にやって事故が起きるみたいなことがあったら怖いじゃない。ビーって勝手にやってなんか頭コーンってぶつけちゃったりね。とかね、それだったらいいけどなんか落としちゃったりとかさ。それ家庭環境に合わせてそういうのもできるっていうのもいいですね。ライブペイントとかでさ、キャンバスに描くときに立つとかはあるけどさ、そうね。こういう絵を描くときに立つってないじゃん。しかもこれまだ上げられるよね。まだ上がるね。ちょっと上げてもいいかい？どこまでいけるこれ？すごー。どこまでいける？どこまでいけるのこれ？すごー。マジ？上がりすぎてマイクに当たった。何これこんなすごー。これすごいね。すごー。こんなで、しかもね、下のスペースがこれ足がこう空いてるのがここね、いいよね。ここの横ね、絵の字というかこの字というか、絵の字というか、そうなってるのがすごくいい。だから安定してるしね。そう、安定もしてるけど下の空間が空いてるみたいな感じだから、いやマジでいいわこれ。よかったね。テンション上がってたけど。夢が叶ったじゃん。証拠ですけどやっと来たよ、作業環境に。夢じゃん。これ夢マジで。だからさ、今ここにちょっと iPad 置いてるけど、今後ね、もしここで作業ができるようになったらこうやって仕事ができるんだこれ。そうね。これ憧れの土地スタイルのお絵描きだ。今ね、仮で置かせてもらってるんで、ちゃんとリフォームが終わってスタジオとしてもう一回使えるようになったら見せようと思います。ちょっと乾かしてから鉛筆の線を入れ直します。立ち上がっているのでこんな動きもできますね。立ち上がってるからなんかすごいダイナミックにポキッと音もなりましたね。ごめん、マイク。こんな最高言ってるとうさんくさいんだけどマジで最高だからしょうがねえ。大丈夫で、ゲンさんうさんくさいの最初からだし。本当？でもゲンさんがガジェット紹介してる時だけは信用していいと思うの。確かにそれはそうかもしれない。ゲンさんはガジェット紹介してる時に嘘つかないから。そもそもの話だけど使ってないガジェット紹介しないから絶対。まあそうだね。そう、それはね
約束できる。ただ流行り廃りが自分の中であるから、例えば2年前にめっちゃいいって紹介してたやつよりさらにいいやつを見つけてる場合は、あれゲンさんあれめっちゃ使ってたのに全然なんで言わないのみたいなことあるかもしれないけど、それは時の流れによってまたさらに新しいものを見つけちゃったみたいな。多分ね、結構それの連続なんだよな、ガジェット系って。普通にこれさ、これ今事務所じゃん、自宅に欲しいかも。普通にご自宅に今の夏目さん家の収録してる場所になんかこれ導入したいなって思っちゃった。いや、このコードがねまとまるやつがね本当に好き。すごいね。確かに世界一鮮やかと言われてもなんか鮮やかだねっていう気持ちになる、強いよねなんか、こういう青さ、なんかさ、青とかピンクとかってさ、デジタルラフ上でさうっかり使っちゃってさ、でもこれでアナログにすると出ないんだよなとかって、なかなかそういうのありますね。そうそう出るだよ。普段のやつと併用してやっても面白そうだね。そうはい、ということで完成しました。完成しましたよ。こちら世界一鮮やかな水彩絵の具とその他いろいろ使ったイラスト、こちらです。せーのドン。おー、かわいいさ絵の水彩だわ。ゲイさんの迫力あるね。ベースはこの世界一鮮やかな水彩絵の具で、いやめっちゃかっこいいね。ニョンってした後に見て、これなんかさ、およそ混在してはいけないものたちがいるよね。すごいです。蛍光ペン使ってるのがゲンさんだね。なんかいや、じゃあさっきさ筆箱にね、これ、懐かしいなこの筆箱。はい。そう、この筆箱になんかちょっと入ってたから、蛍光ペンがだいぶ昔の入ってたから、なんか使ってみようと思って使ったら意外と色発色がまだね生きてて、いやかっこいいめっちゃ。なんかゲンさんこの縛られない感じがいいよね。この青のさ入れ方とかさ、濃く出してるからさ、やっぱ縁は濃くなって、そうだね。こう中でこうじわーってなってる感じを。これランダムにやっぱりこう起きてくれるのがいいよね。まあただなんかはよくわかんないけど、相変わらず。だからクオリティがどうこうよりなんかとりあえず楽しく描いたって感じです。楽しさすごい伝わる。で、さやさんはこれもういかにも水彩ですね。もうこれ今まさに今まさに狙われてんの？めっちゃ狙われてて、お前食うのかっていうやつです。何も気にしてなさそうな顔してるけど、この後絶対もうこの後食べちゃう顔してるけど、鮮やかなね、色にこう女の子を描きたかったなというのでね、今もテーマもバッチリじゃないですか。まあね、まあそうかな。秋のイラスト描きたいと思って。そうだよね。さやなんかさ、なんか僕ずっとさっきからなんか釈然としなかったのがさ、あれなんかさや秋のイラスト描くっつってなかったって。いや秋ですね。そもそもイチゴって秋旬じゃないよね。長袖着てるし。確かに。ここしか秋感ないんだ。嘘、マジ衣替えで知らなきゃいけないんだ、イラストの秋感を。秋だね。そんなこと言ったら僕もこれもみじの色です。秋だねってなっちゃう。秋だわー。なんか軽いね、秋がね。てなわけで、今回ちょっとなんか盛りだくさんだった気もするんですけど、今日はひたすらなんか最近ちょっとね、自由に絵を描く時間っていうより、結構いろいろパツパツいろんなお仕事で絵を描かせていただいた時間が多かったので、画材をいじるだけみたいな感じがいいですね。好き放題。いや、すごい楽しい時間をこの素敵なフレキシスポットの昇降デスクとオフィスチェアによって実現しましたという幸せな動画でした。ありがとうございます。これからも絶対これもう事務所がまた整ったらしっかりセッティングして、でもちょっとこの部屋のもうこういう感じで撮影できるようにしたいから、まあここにセットしようかなとは思うんだけど、あともう一個あるんで、それはまた別の部屋にセットして、実際完成したらまたルームツアーなどしたいと思いますので。したい。はい。楽しみ。それはもうめちゃくちゃ楽しみですよ。さあ皆さん、概要欄からですね、こちらフレキシスポットの詳細をチェックしていただきつつ、ただいまブラックフライデー中ですので、こちらをお得に手に入れるチャンスなので、皆さん気になった方はぜひこちらのこの機会にフレキシスポットを手に入れてみてはいかがでしょうかということで、ありがとうございました皆さん。いや、皆さんこの度は見てくださってありがとうございました。夏目さんちでした。あ、ごめんなさい。全然見えるわ。全然見えるわ。全然見えるわ。